こんにちは、大輔です。本日は視聴者さんからいただいたご質問に関する回答動画になります。先日ですね、こういったコメントをいただきました。いつも最新の情報ありがとうございます。とってもハワイが気になるのですが、7月から観光で渡航できそうな情報の動画を上げている方が多いのですが、どう思われますか？ということなんですね。で、これを受けましてですね、ハワイのコロナ最新状況と、あと渡航解禁の時期についての予測をですね、私なりに立てていきたいと思います。で、このチャンネルではですね、安全に海外に行けるのがいつになるのかについて最新情報をお伝えしてまいります。コロナ明けのですね、海外行きを待ち望んでいる方というのはチャンネル登録されることをお勧めいたします。まず結論なんですけども、今現在行こうと思えば行ける国、それが自由の国、アメリカ、そしてハワイということなんですね。で、後ほど詳しく解説するんですが、条件さえ満たせばですね、一応行けちゃうわけなんですよ。なんですけど、行けばね、隔離生活が待ってるわけですので、もっとね、現実的に普通の観光客が行けるタイミング教えてくれよっていうふうに、言われちゃうと思いますんでね。ということで行動制限を受けずに自由に入国できるタイミングというのをこの動画の最後でね、ではなくて今述べたいと思います。それはですね、7月または8月が濃厚ではないかと私は見ていますという、重要なね、結論を先に述べてしまったわけなんですけども、なぜ私がその可能性が高いのかと感じた根拠をですね、この動画では述べたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければ嬉しいなと思います。ではね、この7月8月が濃厚だと考えた理由、根拠なんですけども、こちらの順序で解説をさせていただきます。太平洋の島々のコロナ感染状況、今無理やりハワイに渡航したら一体何が起きるのか、ハワイの州知事の気持ちになって未来を予測してみましょうというこの順序なんですけど、まず一つ目から見ていきましょう。太平洋の島々のコロナ感染状況なんですが、このね、今皆さんにご覧いただいているグラフは人口100万人あたりのトータルの感染者数になっています。で、こちらハワイに関しては463名が本日のね、6月頭の時点で確認されている数字になっています。日本と比較すると多いんですけども、一応グラフはね、細かいものはないんですけど、5月6月の新規感染者数の増え方は穏やかになってきているというふうに見ています。検査数をね見ますとね、しっかりと数がこなされてますので、世界の他の国々、特にアメリカ本土と比較すると安全な部類に入るんではないかなというふうに見させてもらっています。で、トータルの感染者数のみをですね見ますと、グアムよりもハワイの方が安全なんですよね。で、ハワイはね、そんなこともあって感染がある程度抑えられている地域と言っていいんじゃないかと思うんですが、そんな中でですね、ハワイ州のイゲ知事が6月1日に記者会見をされたんですね。で、これね、ハワイ州内の島の間の渡航者、当間の渡航者ですね、に対する14日間の自己隔離措置があったわけなんですが、こちらがですね、6月の16日に解除されるという旨を彼がね、発表したわけなんです。で、これはね、島の人たちにとっては、めちゃくちゃ嬉しい出来事ですよね。一応ね、当間の旅行者っていうのは、体温検査と申告書の記入が必要なようなんですけど、隔離生活なしにですね、自由に移動ができるってことを意味していますんでね。これってね、だから日本で例えてみますと、九州、北海道、四国、沖縄とかですね、その間を移動したら2週間ね、漏れなく隔離生活が待っているというわけなんですけど、それがね解除されたというわけで、これ万歳というね、そういう気持ちなんじゃないかなと思います。ではですね、次、今無理やりハワイに渡航したら何が起きるのかということなんですけど、まずはですね、日本の外務省の情報をチェックしていきましょう。アメリカはですね、アラスカ州と太平洋の島にはですね、個別のルールが適用されています。ハワイを見てみるとですね、3月26日からですね、州外からの全渡航者、ハワイ州住民を含むということですけど、14日間の自己検疫を義務付けまして、違反者には$5,000以下の反則金、1年以下の禁錮ですね、いずれかもしくは両方が課せられるということで、書いてありますんで、かなり厳しいペナルティが課せられる際には
ね、だから日本円で言うと50万円とかそういった金額が、罰金として求められる可能性もあるんで結構厳しいんですけどもこれをね、守れば厳密に言えばですね、自主的な隔離措置に沿って、それに沿うということを前提に渡航はできるというふうに解釈できます。Google フライトを見る限りなんですが、フライトチケットについても6月については割高ではあったんですけど、購入はできそうでしたね。このですね、自主隔離というのは具体的にどこまで厳しいのかっていうのが気になりますよね。ということで、普段のですね、ハワイ旅行と手続き上一体何が違うのかっていう異なる点を私なりにね、ちょっとチェックしてみました。私見る限りですとこちらの3点が異なっていそうです。1つ目ですね、検疫アプリの存在なんですけど、今回ね、ハワイ州当局が導入したオンラインアプリなるものがあるらしいんですね。でこれね、到着者だから入国する際に滞在先の、情報をですね登録したりだとか、あとその滞在予定ですね、旅の予定をですね、このアプリにね記入する必要があるみたいなんですよ。でこの登録者っていうのは毎日ねこのアプリにログインをしまして、で自分の体調だとかもしねこう当局から質問があった時にはそれにね回答していく必要があるみたいなんですよね。なんですけど一応ねこのオンラインアプリは必ずしも利用しないといけない、そういう強制力があるものでは、どうやらねないみたいなんです。でアプリを使用しない方に関してはその旅行日程等をね紙で出せばいいよということで、そのハワイ州のね当局からすると、個々人のですね、位置情報を事細かに追うっていうことまではどうやらねやっていないんじゃないかなというふうに思います。だからね個人情報保護という観点で言うとヨーロッパアメリカ、当然日本もね含めて、結構厳しいものがありますんでね、そういった個人の位置情報というのは自動的にね知らないところで吸い上げられるってことは、なさそうな感じに見受けられます。では次ですね、隔離のための資金なんですけど、これだから14日間隔離生活を送らないといけないってことになってますんでね、当然ながらその間に必要な宿泊費だとか食費だとか用意していくってことが条件になるわけなので、それに対してね必要な金額を持っているかどうかっていうのを入国の際にチェックされるようなんですね。で実際ねこれ、過去に必要な資金を持たずに入国を試みた者がですね、9名いらっしゃったみたいで、出発時にね送還されているみたいですね。はい、ちょっとねこれも私も厳密にそのキャッシュで現金でね持っていかないといけないのか、クレジットの残高さえあればいいのかっていうのちょっとねこれ分かりかねるんですけども、これね注意したい点になります。で最後挙げさせていただいたのは入国の理由に、を聞かれるかもしれませんということなんですが、ハワイ州としてはですね不要不急の渡航は控えるように要請が出ているという状況ではありますのでね、入国審査の際に理由を問われる場合があるかと思います。で私はねこれやったことないので分かんないんですけど、もしねそこで観光ですって答えた時に何が起こるのかっていうのは、保証しかねるといったところになります。もしですね視聴者さんの中でこの辺りの生々しい体験談聞いたよとか もしくはねここに掲載されてるよっていうことがありましたら、ぜひねコメント欄で教えていただけると嬉しいなと思います。さすがにねこの期間に実体験として入国してみたっていう人はねいらっしゃらないとは思いますけどね。はい、ということで、最後の件なんですけど、ハワイの州知事の気持ちに立って未来を予測してみましょうということなんですよね。ハワイに関しては6月の30日を期限としまして、アメリカの本土であったり海外からのですね渡航者には自己隔離措置を義務付けているわけなんです。で先日のその池知事の記者会見ではこういうふうに述べられてたんですね。この6月30日の期限をさらに延長する可能性があるということを彼が述べているわけなんです。これね相当な葛藤があったんじゃないかなというふうに、私としてはね見させてもらっています。でなんでかっていうと、皆さんご存知の通りなんですけど、ハワイっていうのはね観光産業で成り立っている地域といっても過言ではないということで、このままですね鎖国に近い状態を続けているってことは経済にね致命的なダメージを与えかねないということになりますんでね、
葛藤があったんじゃないかと思うわけなんですが、ここでですね、皆さんにご報告したい、良いデータがありますんで、ちょっとこれ引っ張ってきてみます。こちらですね、ハワイ州の観光客数に関するものなんですけど、これね、年間で1000万人近くもいるらしいんですよ。すごいですよね。で、なんとですね、日本はそのうちの 16.9% をも占めているということで、この数字はですね、アメリカを除くと堂々の第1位のポジションにあるということなんですね。で、ここ近年では中国からの渡航者も増えているということなんですけど、2017年時点のデータを見る限りですと、日本のハワイ渡航者は中国の10倍の規模、存在するというわけですからね、驚きですよね。で、こういう背景もあってからかですね、伊毛知事が記者会見で述べたことっていうのはまだ他にあるわけなんですね。それはね、観光客の受け入れの順番に関してなんですけど、アメリカ本土よりもですね、なんと日本からの訪問者を歓迎するかもしれないということを彼が述べたわけなんですよ。で、これはですね、日本の感染者数の低さと、あとね、アメリカへの観光産業への経済的貢献度合いの高さというところから、それをね、意識した発言だと捉えていいんじゃないでしょうか。ということでですね、ここまでのことをまとめますと、ハワイのコロナ感染者というのはアメリカ全土ほど深刻ではありませんよということですね。今渡航をすると厳格な隔離措置が待っておりますのでご注意くださいというところと、あと今後ですね、経済面、安全面から段階的に緩和が行われると見ています。で、日本はですね、ハワイ経済に大きく影響を与える国の一つであるということが言えるんじゃないかと思います。よってですね、自己隔離措置の期限である6月30日以降なんですけども、これはね、なるべく早い段階で第一段階の解除先っていうのが出てくるんじゃないかと思います。で、その第一段階の解除先っていうのが、日本であるとした場合のことを考えますと、7月、8月の再開っていうのは、入国再開っていうのはね、ありえない、話ではないんじゃないかなというふうに見させていただいています。もちろんですね、大規模な二次災害が起こらないっていうことが大前提の話なんですけどね。で、あとね、もう一つ気をつけないといけないことがありまして、それは日本政府の水際対策なんですね。その水際対策におけるハワイの扱いということなんですが、ハワイから日本に帰国する際にはですね、今現時点ですね、自主隔離2週間、同じく必須になるということですので、こちらのね、動向に関しても注意深く見守っていく必要があるんじゃないかと思います。ということで、以上がですね、私の意見になったんですが、いかがでしたでしょうか。この他にもですね、視聴者さんより気になる国地域いくつかコメントでいただいておりますので、順番にですねリサーチ結果というのを皆さんにご報告をさせていただきたいと思います。ここ数日でですねチャンネル登録者さんが一気に増えまして、で皆さんからのねコメントもだんだんといただけるようになってきましたので、大変感謝をしております。海外にですねいつ行けるようになるのかなっていうのを真剣に悩んでるのが私だけじゃないんだなと、僕だけじゃないんだなということが分かりましたんでね、これ、それだけでね心の支えになってます。ありがとうございます。できる限り皆さんの不安ですとか疑問が消えるように情報発信っていうのを頑張ってみたいと思います。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。さようなら。